皆さんこんにちは。パル先生です。今日は教科書にない日本語シリーズです。今日紹介したい単語は桜です。桜。皆さん桜と聞くと多分ほとんどの人は春に咲く綺麗なピンクの花を思い浮かべると思います。でも実は日本語の桜には別の意味もあるんです。例えば、こんな会話聞いたことがないですか？このレビュー信じて大丈夫かな？これもしかして桜じゃない？この場合の桜は花のことではありません。商品やサービスをよく見せるためにわざといい評価や感想を書く人のことを桜と言います。簡単に言うと、本当のお客さんではないのにお客さんのふりをして宣伝する人のことです。例えば、レストランの口コミサイトで人生で一番美味しいお店でした。毎日でも通いたいですと書いてあったとします。もちろん本当にそう思っている人もいるんですけど、お店がお金を払って誰かに書かせていた場合、この口コミを書いた人は桜ということになります。さっき出てきた口コミというのは実際に使った人や言った人の感想のことです。で、最近はインターネットの口コミを見てから商品を買う人も多分多いですよね。だからこそ桜の口コミが問題になることがあります。今日も少し例文を用意したので一緒に見てみましょう。一つ目、このレビューは桜っぽい。この文章の意味は、本当のお客さんが書いたとは思えないレビューだという意味になります。なので、このレビュー、評価は嘘っぽい。多分偽物だというような意味になります。二つ目の例文。二つ目は、この店、桜を使っているらしい。ここのらしいというのは、そうやって聞いたという意味になります。なので、この店は偽物の口コミを書かせているそうだという意味になります。三つ目は、桜レビューに騙された。騙すっていうのは嘘の情報を信じさせるということです。つまり偽物のレビューを信じてしまったという意味になります。先生がいつも使うときは1番の桜っぽいとか、他にはこれ絶対桜じゃんみたいな感じで使うことが多いです。で、この桜という言葉、実は昔からある言葉なんです。昔はお店とかお祭りなどでお客さんがたくさんいるように見せるためによく関係者が一般の人のふりをしていたんですよ。で、それを桜って言ってたんですけど、今ではこういったインターネットとか SNS などで嘘の評価をしたりとか、嘘の感想を言ったりする人のことを桜と呼ぶようになりました。それから他にも似た表現として英語から来たフェイクレビューという言葉も使われます。意味は本当に同じ意味で嘘の評価、嘘の口コミという意味です。あとはやらせという言葉もよく耳にすると思います。やらせは裏で関係者が仕組んでいることを表す言葉です。他には
あらかじめ雇っておいたお客さんのことを仕込みと言ったりもします。他にはちょっと使い方が限定されてますが、業者という単語も使います。この業者というのはマッチングアプリとか、それから出会い系サイトとかでユーザーに課金させるために運営側に雇われたアカウントのことを指します。意味は今日の桜と全く同じものです。では今日の最後。最後はステマ。ステマはステルスマーケティングの略です。で、このステマは最近ね、本当によく聞きます。で、ステマの意味は宣伝するよということを内緒にしてみんなに宣伝することです。簡単に言うと、この宣伝によって報酬をもらっている、お金をもらっているということを言わないで宣伝することです。よくあるのは TikTok とか Instagram、YouTube で宣伝ってテロップなどを入れずにその商品を紹介することですね。こういった時によくステマと使います。みんな桜とかステマには気をつけてくださいね。はい。ということで今回は別の桜の意味について紹介しました。皆さん知ってましたか？実はこんな意味があるんですよ。では皆さんよかったら今日はこの桜という単語覚えていってくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。